こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、前回はネザー要塞を大体密封し終わって、湧き加減を調べ始めたところです。まだ6体だし、やっぱり少なすぎるわね。少しでも湧きをどうにかしたいですね。まずはネザー要塞を見通し良くして、探索の負担軽減からかかります。せっかく作った壁壊しちゃうのね。もっと、ドワッと囲むように直します。うわぁ。ここはガストに制圧されました。やっぱり探索を先にします。ゾンビピッグマンは湧いてますね。お、マグマキューブも。そして本命来ました。これで7体目です。ではここからかかります。ここの右奥の通路は行き止まりなので、真ん中のスペースを整地して見通し良くします。ちょっと足場が怖い作業です。まあこの高さからならギリギリ落ちても死なないかな。これで探索がだいぶ楽になりますね。だいぶ見渡せるようになったわね。でも、真ん中のスペースの高さは2段でいいの？前に通路に石炭が落ちてましたが、あれは通路端の高さ2段のところで湧いて窒息したものと思うんです。なので2段でも湧くはずです。真ん中スペースで湧くかどうか調べたいんです。お、ブレイズ発見です。しかも3体も湧いてる。ブレイズだけだし、放置してもいいんじゃない？これも多分ですがネザー要塞でしか湧かないモブは、同じ湧き数の上限値が使われてるかなと思うんです。つまり、倒さないとウィザースケルトンが湧きにくくなる？はい。少なくとも、モブの湧き数上限は、ネザー内でどこにでも湧くゾンビピッグマンやマグマキューブとは区別されているはずです。そうでないと頭を集めるまでネザー要塞にこもり続けるようなプレイができなくなり、それではあまりにゲームバランスが悪いですから。ややこしいのね。ブレイズスポーンの湧き潰ししてたら湧いてしまいました。まあいいや。スポーンは近づかないように気をつければいいんです。放置しちゃうの？さて次は、入り口の改装を手掛けますね。ここもほとんど行き止まりなので、見通し良くします。よし、これなら湧いても一目でわかります。前回の作業がこれで水の泡ね。さて次は、脇の回復を試します。どうもネザーゲートまでの往復だと距離的に足りないようなので、もうちょっと先まで往復してみます。ついでに見つけた溶岩をせき止めたりしてきました。作業再開しましょうか。ネザー要塞付近でダバダバ流れてる溶岩はせき止めておきます。水や溶岩の流れをせき止めると、結構カクカクが軽減されることあるんです。さすがに怖い。ちょっとシフト離そうか。嫌です。よいしょっと。これで止めれたはず。おお、徐々に溶岩がなくなってきてます。時間かかるわね。さてぼちぼち探索します。一応湧き数に上限があるかは調べたいんです。上限ないならこれだけ時間が経てばいっぱい湧いているはずですね。何もいませんでした。ネザー要塞だけしか湧かないモブの湧き数に上限値がないなら、時間に比例して湧いてたはずよね。これ確認したの3度目です。ほぼ間違いないでしょう。ということは、やっぱりこの近くにもう一つネザー要塞があるのでしょう。ここの脇を回復させるには、そっちのモブをディスポーンさせないとならないです。うわぁ。さて、大体見通しの悪い壁は取り除きました。カクカクしやすい要塞最下層付近がまだ手つかずですが、そのうちやります。
ようやく14回目の探索終了です。さて続いての探索ですが、ちょっと外回りをしてきます。最上層あたりがどうなってるか見に来たのですが、見通し悪いですね。結構ネザーラックで埋もれているようです。ひょっとしてはいてたり、と思いましたがいませんでした。まあもしはいてても音でわかりそうよね。もうだいぶ探索しやすくなったはずですし、ぼちぼち連続で何回か探索してみます。もういいの？壁作りとか再仮装とか作業が残ってるじゃない。あ、侵入されてる。モブが湧くまでの時間がどのくらいか、まだわからないんです。探索途中で作業して時間を稼いだりして、色々データ取ってみます。戻ってきました。途中で5分ほど作業して時間稼ぎましたが、ゾンビピッグマンしかいませんでした。そんなことよりあの子可愛いわね。さて、また行ってきます。奥の方にブレイズがいました。そして久々に8体目。で、9体目に襲われました。さて次の探索は、遠出してディスポーンさせてからにします。ディスポーンさせるための通り道も、通りやすいよう整備しておきます。さてガンガン探索してきますね。スカだとがっかり戻ってきたら、拠点にはいてますね。相変わらずゴリ押しね。この方が早いです。まだダイヤもエンチャホンも予備がありますので、防具の耐久は心配いらないです。さあ次行きますよ。拠点が爆撃受けてるし。チェストがちょっと心配です。最初の頃と比べれば、数体まとめて湧くことが明らかに増えてます。前回まで湧きが悪すぎたのは、ネザーゲートとの往復だけでは、他のネザー要塞のモブをディスポーンできていなかった、ということだったようです。おお、ネザーで初のスケルトン遭遇です。2割はウィザースケルトンの代わりに湧くという噂ですが、ついでに検証してみます。さらにブレイズが湧きました。さらにブレイズとスケルトン。申し分ないくらい湧き始めましたね。さらにブレイズが湧きました。肝心なのが湧かないけどね。さて、いつの間にか経験値が30溜まったので、久々にエンチャントしてきます。またインフィニティ狙いです。そろそろ引いて、エンダードラゴンの経験値でドロップ増加3を狙いたいところです。射撃ダメージ増加3ね。エンチャントの運はほんとないわね。耐久力がつかない昔のバージョンで頑張って計算した時は、インフィニティは4分の1くらいの率だったんですが、きちんと計算してないですが、今は多分8分の1くらいに落ちたんじゃないかと思います。まだまだこれからです。さて、20回目の探索です。ダメでした。ディスポーンさせたばかりだと湧きにくいようですね。よし、3連続で探索してみます。いたー。10体目。スケルトンか惜しい。最下層のあたりが探索面倒になってきました。入り組んでるしかくっつくし。さっさと整地してしまえばいいじゃない。そうは言っても、ネザーレンガを壊すの抵抗あるんですよ。でももういいか。面倒な気持ちがネザーレンガに勝利した瞬間ね。とりあえずこんな感じで、あとは探索に飽きたら徐々に整地してきます。最下層には15分ほどいたと思うのですが帰り道では来ませんでした。もうチェストがいっぱいですね。拠点を改築する時期かな。これで OK ですね。
拠点の広さが 1.5 倍になったわね。さて、また遠出してディスポーンさせてきました。今から2連続で探索してみます。早速見通し良くした甲斐がありました。ブレイズと一緒にはいてますね。そういえばさっきスケルトンも一緒にはいてました。ウィザースケルトンとスケルトンの比率は4対1らしいですが、ブレイズも、スケルトン系と一緒に湧くときは比率が決まっていそうな気がします。さて戻ってきました。探索の合間にアイテム整理したりで時間を稼ぎましたが、25回目は湧いてませんでした。とりあえず、一旦ネザー要塞を離れて、またディスポーンさせてきます。さて、今回探索した結果はこんな感じでした。湧いたり湧かなかったりを繰り返していますね。ウィザースケルトンの湧く頻度はあまり変わってないようですが、ブレイズとスケルトンの湧き具合を見る限り、湧き加減は改善されているようです。倒したモブは今までの3倍以上だものね。ちなみに、かなり大雑把な推測値ですが、ネザー要塞専属のモブの湧く上限の数は、4体程度かも。そんなに少ないの？1時間1個ペースで頭を集められた方もいるようなので、大雑把に概算したら4体という数字が出ました。合っているかはわかりません。さて、では今回はこんなところで。ちょっと待って、あの白いの何？